源氏物語イラスト役の愛です。この動画は大学受験のための古文速読トレーニングです。イラスト訳本編では原文の後に現代語訳が流れます。その後浮き出るイラスト訳で状況をイメージし、古文目線を鍛えていきましょう。イラスト訳はどこからでも見られます。また後半では文法や知識についても解説していますので、最後まで見ていってくださいね。それではイラスト訳本編のスタートです。第3章うつせみのラスト19話です。光源氏は人妻のうつせみと一夜を共にします。しかし彼女はそれ以降彼を拒み続けます。源氏は弟の小君の手引きで再度忍び込みますが、うつせみは小打ち木1枚だけを残して寝床から抜け出したため、源氏は後に残った野木場の小木と仕方なく一夜を共にしました。二条院へ戻った源氏はうつせみの残した小打ち木を胸に抱いて和歌を読みます。しかし常時を交わした野木場の小木には絹絹の文も送らないのでした。ではこの後の展開いってみましょう。小君、かしこに生きたれば。姉君、待ちつけて。いみじく、のたもう。浅ましかりしに、とこう、紛らわしても。人の思いけんこと、去りどころなきに、意と難割なき。意とこう、心幼きよ。かつはいかに思うすらん、とて恥ずかしめたもう。左右に苦しゅう思えど、かの恩手習い取り入れたり、さすがに取りてみたもう。かのもぬけをいかに伊勢尾の天の塩垂れてや。など思うもただならず、意とよろずに乱れて。西の君も物恥ずかしき心地して渡りたまえにけり。また知る人もなきことなれば。人知れず打ち眺めていたり。小君の渡り歩くにつけても。胸のみ塞がれど、恩消息もなし。
がましいと思いうる方もなくて、されたる心に物哀れなるべし。連れなき人もさこそ沈むれ。いと浅はかにもあらぬ御景色を。ありしながらの我が身ならばと。取り返すものならねど。忍びがたければこの御多頭紙の片つかたにうつせみの歯に置くつゆの子がくれて、忍び忍びにもるる袖かな。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回で第3条うつせみの巻の終了です。ラストは光源氏のことを恋したってうつせみが人知れず和歌を読んでいる場面で終わっています。うつせみの歯に置くつゆに子がくれて、忍び忍びにぬるる袖かな。この和歌は新日本古典文学体系によると伊勢州の古歌の引用とされていますが、詳しいことはあまり分かっていません。伊勢といえば百人一首で有名な歌がありますね。なにわ型短き足の節の間も泡でこの世を過ごしてよという。このの直前は序言葉で短い節の間の情景をイメージさせています。少しの間もあなたに会わないで過ごせというのですかという歌のイメージを序言葉によって際立たせています。今回の和歌もこのまでが序言葉だと捉えてみると、うつせみのような虚しい涙、梅雨のような儚い身の上、そうしたイメージが下の句の人知れず忍び泣きしている儚いイメージに集結していきますね。うつせみというこの女性は人妻であるがゆえにミサオを守った形で光源氏の愛を受け入れませんでした。しかしラストのこの和歌を彼女が人知れず読むことにより、光源氏の思いと共鳴し合っているように感じられてなりません。紀貫之の書いた古今和歌集の彼女はこんな出だしでした。大和歌は人の心を種としてよろずのことの葉となれりける。和歌というものは人の心を種として生まれ、様々な言葉となっていったものだ。世の中にある人、ことわざ刺激ものなれば、心に思うことを見るもの、聞くものにつけて言い出せるなり。日本は中国から書き言葉としての漢字が入ってくる5世紀ぐらいまでは話し言葉の文化でした。いかにして思いを伝えるか、心に刻まれる言葉をいかに残すか、そうして発達していったのがリズムに乗せて心を表す和歌でした。思いが高まり絶頂に達した時、おのずと漏れ出る心、それが和歌なのです。
源氏物語を読むと、そうした当時の人々の心が伝わってきますよね。さあ、今回も第3条うつせみからのイラスト役でした。第1条起立簿からここまでの再生リストについては説明欄のリンクに貼っておきました。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。